こんにちは、すいみーです。今回の旅は熱海。JR の東海道線に乗って熱海駅へ向かってます。今回は一人旅ではなく、友人2人と合流してゆるい女3人の旅になると思います。そしてこれから熱海駅で降りる前に一箇所降りてみたい駅があるので、ちょっとだけ寄り道していこうかなと思います。海が見えてきましたね。小田原から熱海に向かうまでのこの辺りの海の見える景色、とってもいいんですよね。そう、降りてみたい駅が海が見える駅として言われている根府川駅という駅です。根府川駅に到着です。早速目の前に海が見えてますね。ローカルな雰囲気たっぷりです。何やら使われてない線路もありますね。ホームの端の方まで行ってみます。なんか書いてますね。写真を撮影される方は三脚を絶対使用しないでください。ホームが狭くなってるから撮影が危険ですということですね。確かにかなり狭いですね。それにしても端の方まで結構長いホームです。あの先はホームがちょっと狭くて怖かったんで、反対の方に戻ります。フェンス越しですが海が見えます。のんびりしてていい駅ですね。上り方面ご利用のお客様にご案内いたします。オレンジ色の乗車口。改札に続く階段の上、ちょっと行ってみましょう。ここからもなかなかいい感じですね。というわけで電車が来たので熱海へ向かいます。お付き合いいただきありがとうございます。根府川駅、朝から海が見れて爽やかな気分になれました。熱海は根府川駅から17分ぐらいで到着します。熱海駅到着しました。熱海は個人的に来るのが2回目になるんですけれども、行ってない場所がたくさんあるので、そういったところも今回行けるのは楽しみですね。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。東海道線下り三島沼津方面、降りました方向向かい側3番線。すみません、切符持って帰っていいですか？はい、お待ちください。ありがとうございます。熱海のスタンプのデザインはシンプルでした。向こうと書いてます。なんか温泉マークとかのデザイン作ってほしいな。熱海駅です。駅前は広々としてて、バスやタクシーの発着もここから、あと足湯なんかもあります。友人たちと合流しました。これからお昼ご飯を食べに行きます。ここは平和通り商店街。ここを抜けていきます。レフズキッチンさん。地元産などのオーガニック野菜を使ったランチなどを提供されているレストランです。それぞれランチプレートを注文しました。これは前菜ですね。オーガニックや無農薬のものを扱われているので、調味料もこだわりが見られました。柑橘系のフレーバーオイルとお塩だけでもとっても美味しいです。スープはお腹が温まりますね。アラフォーになるとだんだんこういうお食事が落ち着くというか、美味しく感じるようになります。メインのプレートが来ました。サバのハンバーグ、五穀米のご飯と野菜たち、あと白いのはお豆腐です。こんな感じのランチプレート一番好きかもしれません。
このサバのハンバーグ、サバの味がしっかりしててご飯何杯でもいけるやつ。お肉より魚派です。ランチとっても美味しかったです。いっぱいおしゃべりもしました。そしてこれからとある場所にゆで卵を作りに行きます。ここです。道端に突然現れる小沢の湯。ここでゆで卵を作れるよと友人が教えてくれました。おー、必要な道具も揃ってますね。今先に茹でてた人がいたみたいですね。あと何分かでできるみたいです。その間に世間話、よく利用してる人みたいでコツなんか教えていただきました。この小沢の湯は熱海七湯巡りのうちの一つの場所となっています。七湯巡りはそれぞれの場所にそこにまつわる歴史やお話などがあるそうです。こういう場所を巡っていくのもなかなか楽しいです。いよいよ卵を入れていきます。友人がこのために卵を準備してくれてました。この下から熱々の温泉が湧き出てるそうです。地熱を利用したクッキング。アドバイスで9分ぐらいがいいということだったんで9分待ちます。温泉で卵ができました。熱々です。多分めちゃくちゃ熱いと思うんで冷ましてから後でいただきましょう。ちゃんと冷やすところもありました。さすがです。そしてこれからお散歩をしながらロープウェイの上にある熱海城に行こうかということになりました。これは御成橋、徳川家康の歌が刻まれてます。家康公は熱海の温泉が大好きだったらしく、関ヶ原の合戦の前にも熱海の温泉に入ってパワーをもらっていたという話も残ってるそうです。徳川家康。ここでちょっと面白いものが見れるよということで、この川沿いを歩いていきます。糸川という川ですね。サギさん。こんなところで何やってるのかというと、このお魚屋さんの前で魚のおこぼれをもらおうとずっとここで待ってるそうです。この後優しい魚屋さんがポイッと魚のかけらをサギさんにあげました。あ、食べた。野生動物が現代社会で生きる術を見せてもらいました。なかなか面白いものが見れましたね。ここのお魚は絶対美味しいはずです。こんな感じの街灯も立ってます。雰囲気ありますね。糸川沿い、なかなかいい感じのお散歩コース。川沿いは桜並木になってるので、春には桜祭りがあるそうです。それも良さそうですね。熱海は昭和レトロな雰囲気がたびたび感じられます。昔からやってる喫茶店やスナックといったお店も結構残ってるみたいです。糸川の下に降りていく階段があったんで、ちょっと行ってみることにしました。なんか探検みたいで楽しいな。ゆるい観光です。
川が抜けたところに海が見えますね。川の探検はこの辺で終わりです。ではではロープウェイの方に向かっていきます。あれが熱海城ですね。これはジャカランダという木だそうです。沖縄でもよく見かける木ですね。バラが咲いてます。綺麗ですね。歩いてるだけでいろんなものが目に入ってきます。海が見えるところまで来ました。いい感じですね。時間を忘れてのんびり観光してます。この辺りは漁港になってますね。もうちょっと行くと遊覧船の発着所があります。いいな、遊覧船も乗ってみたいな。ロープウェイ乗り場までもうちょっとです。歩いてると離島へ発着するフェリーターミナルがありました。あれがフェリーですね。絶景展望台と書いた建物が見えます。あれがロープウェイ乗り場と思われます。チケットは往復900円です。熱海観光ではだいたいメインの観光スポットなんですが、私は高いところから景色を見るのが好きなのですごく楽しみ。今ちょっとロープウェイが戻ってくるまで待ってます。ロープウェイに乗り込みました。いい感じのところから撮影できそうです。本日は熱海ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。このロープウェイは現在日本一短い観光ロープウェイとして知られ、全長300メートル、高低差9メートル、秒速2.5メートルで走行し、山頂駅までの所要時間はおよそ3分でございます。よく晴れた日には伊豆大島、三浦半島、横浜ランドマークタワーまでを見渡せる熱海随一のパノラマ展望台となっております。また山頂展望台にはお二人の愛の絵馬に託す恋愛成就スポット愛情岬やソフトクリームやコーヒーの美味しいカフェがございます。まもなく山頂展望台に到着でございます。往復乗車券はお帰りの際にお切りしますので。展望台に着きました。おお、これはかなりの絶景なのでは。
さらに上に上がる階段があるので、そこから熱海城を目指します。ここからさらにちょっと坂を登っていきます。さっきの景色最高だったな。熱海城着きました。熱海城はもともとあったお城ではないそうです。観光施設として建てられたそうです。ちょっとのんびりしすぎてしまいましたね。熱海城の最終入場の時間が過ぎてしまいました。というわけで気を取り直してここからの絶景を存分に楽しみたいと思います。私はもうさっきの景色に感動したんで結構お腹いっぱいです。あれは離島から戻ってくる船ですね。結構スピード出てます。ロープウェイの時間もあるので戻ります。熱海旅行から帰ってきた息子の様子がおかしい。前方に開けております街並みは熱海温泉の全景でございます。熱海温泉は昔海の中より温泉が湧き出来た道とは別の道から駅方面へ戻っていきます。熱海の街を歩いて思ったのが、とにかくホテルとかマンション、大きな建物がいっぱいあるんですよね。今から40年以上前は新婚旅行の観光地としてたくさん人が訪れてたそうなんですが、バブルが弾けた後からどんどん人が減っていったそうです。廃業になるホテルもたくさんあって、ホテルの数は当時より少なくなってしまったそうです。ただ今はマンションが増えて住む人が増えてきてるという感じだそうです。ちょっとここでおやつタイム。ジャズ喫茶ブルームーンというカフェに入ります。自家製オーガニックシフォンケーキのお店です。コーヒーも美味しいらしいです。私は眠れないのでルイボスティーを注文します。ケーキが来ました。美味しそう。盛り付けも可愛いです。蝶々が乗ってます。猫さんがいる。しばらくカフェでまったりした後にちょっと早めの夕食をいただきます。みさとさんというところに入ります。刺身定食というのをいただきました。すごい、魚が動いてる。久しぶりに池作りを見ました。お刺身は新鮮で本当にご飯が進みました。なかなか贅沢な晩ご飯、大満足です。晩ご飯ごちそうさまでした。それではホテルに向かいます。この辺りは熱海銀座といって飲食店やスナックなどが集まってる界隈です。ちょっと閑散とした雰囲気に見えますけど、地方から来た学生さんらしきグループとか個人の観光客はちらほら見かけました。今日泊まるホテルがこちら、熱海ニューフジアホテルさんです。今回私は一人で部屋を使います。お部屋のタイプいろいろあるみたいなんですけど、今回泊まったお部屋はこんな感じ。ビジネスホテル風のコンパクトなお部屋です。一人で使うには十分ですね。浴衣はフロントの近くで自由に選べました。水回りはこんな感じです。建物自体ちょっと古いので、昔の香りがするという感じです。おせんべいとかお茶も用意されてます。温泉施設が何か所かあるんですよね。どこに行くか迷います。卓球とかゲームコーナーもある。なんか懐かしいな。今日はもう温泉に入ってゆっくりしてから寝ようと思います。おはようございます。朝になりました。これから朝ごはんをと言いたいところなんですが、今回は素泊まりプランなんで、これから朝活に出かけます。友人たちは朝ゆっくりしたいそうなんで、私一人で出かけちゃいます。時刻は朝の6時半ぐらいですね。早起きできてよかったです。
ホテルから少し坂を上がったところに七湯巡りの一つ見つけました。大湯というところらしいです。日に何回か温泉のお湯が噴き出してくるそうです。ここがそうみたいですね。どんな感じに噴き出すのかな。ちょっと見てみたい。おー、出てきた。温泉が噴き出してますね。すごい。温泉が噴き出すタイミング見れてよかったですね。とある神社を発見しました。朝の空気に包まれていい雰囲気です。お参りしていきましょう。湯前神社という神社です。そうそう、熱海で有名な神社があるんですけど、そこへ行ってみたいなと思って早起きしました。來宮神社というところです。ホテルからも歩いて行けそうな距離なんですよね。ただちょっと坂が多めです。朝早いのであんまり人とすれ違わないのもいいですね。有名な神社だから激混みだったりして。こんなところを発見しました。來宮神社の案内所みたいなところです。ちょっと休憩できるスペースもあります。地図とかもありますね。これは助かります。マップを発見。これはもらっていきましょう。ネットで調べても出てない情報とか書いてるので、現地のこういうマップは貴重です。こんな感じの坂がしばらく続きます。トンネルをくぐります。トンネルをくぐったら神社が見えてきました。この鳥居の雰囲気独特ですね。朝から落ち葉のお掃除をされてて、モーターの音が響いてました。ちょっと来る時間が早かったかな。境内にはところどころに休憩スペースが設けられています。ちょっとここでお掃除が終わるのを待つことにします。静かになったのでご神木のところに向かいます。なんと樹齢2000年を超えるとされている大楠です。朝から参拝に来られている方々いらっしゃいました。本殿で参拝させていただきました。私はご神木のところでしばらくぼーっとして過ごしました。ここはカフェもあるみたいです。オープンしてる時間にまた来てみたいですね。神社を後にします。とても素敵なところでした。ホテルをチェックアウトします。
友人たちが他のホテルに泊まってるので、この後合流するんですが、お昼前にランチの場所で会うことになりました。その前に私はこれからモーニングを食べに行きます。せっかくなので海が見えるような喫茶店ないかなと思って探しました。ありました。この壁に書いてあるサンバードさんというところです。有名な喫茶店みたいです。創業は1968年。なんとアラフォーの私が生まれる前です。なんとメニューは創業当時とほとんど変わらないそうです。ブレンドコーヒーとエッグサンドを注文しました。平日の朝9時台ですかね。結構空いてました。窓際の席がいい感じです。エッグサンドとブレンドコーヒーが来ました。エッグサンドは優しい味で食べやすいです。全然もう一皿いけそうな感じでした。ブレンドコーヒーはお花みたいな香りがしてとっても美味しかったです。ブレンドなので次来た時は同じ味は楽しめないかもしれないけど、コーヒーを飲みながらさっきもらってきた木の宮神社の地図をぼーっと眺めてると、喫茶店の奥さんがこっちにも地図ありますよということで熱海全体のマップを持ってきてくださいました。お気遣いいただいてありがとうございます。そして奥さんに熱海のことを少し伺うことができました。熱海は温泉地などと海が近くにあることから、南国の植物が枯れることなくこっちの冬を越すことができるんだそうです。そしてジャカランダの花がとっても綺麗だそうで、もうすぐ咲くよとおっしゃってました。この後どこ行くのって聞かれて、まだ決まってないんですって言ったら、美術館をおすすめしてくださいました。山の上にある美術館で景色が良くてとても環境がいいそうで、なんと割引チケットまでいただいちゃいました。これはぜひ行ってみたい。後で友人たちと相談することにしました。サンドイッチとコーヒー美味しかった。まだちょっと時間があるのでビーチの方へお散歩に行ってみます。熱海にあるメインのビーチ、熱海サンビーチというところです。さっきの喫茶店サンバードさんから2、3分ほど歩いたところ、もうすでにこの遊歩道、南国の雰囲気がムンムンですね。このヤシの木がいい感じです。この辺りからサンビーチの方に出ます。ちょっと砂浜の方まで降りてってみます。
そろそろ友人たちと合流する時間が来るので、お昼ご飯を食べるお店へ向かいます。朝早起きできたので午前中充実してました。さっきのサンバードの喫茶店、お昼が近いのでお客さん入ってきてますね。ではではお昼ご飯です。サンビーチから歩いて割と近い場所にあるかまなりというレストランです。熱海では干物屋さんがたくさんあることで有名なんですけれども、その干物を使ったメニューがメインとなってます。私は干物カレーを注文しました。カレーの上に干物が乗ってる。斬新です。友人が頼んだ干物ボール、ほぐされた身が乗ってて、これも美味しそうですね。カレーと干物、意外な組み合わせなんですけど、これが結構合ってました。すごく美味しかったです。さっき喫茶店でいただいた MOA 美術館の割引チケットです。この後友人たちと美術館へ行けることになりました。食後のドリンク、バタフライピーソーダです。混ぜると色が変わります。これは友人が頼んだカフェラテ。干物の形のラテアート、これは可愛いですね。女3人ゆっくりランチできました。駅の方にあるバスターミナルに向かいます。途中で抹茶アイスのお店を発見。熱海悟り本店さんです。クレープが人気のお店で、いつも並ばないといけないくらい人気だそうなんですが、今回すぐ買うことができました。抹茶ソフト濃厚でめちゃめちゃ美味しかったです。次はクレープ食べてみたいですね。というわけで駅から路線バスに乗って MOA 美術館へ向かいます。運賃は片道200円。乗車時間は7分ぐらい。近いのでアクセスは便利だなと思いました。美術館に到着しました。結構お客さんいますね。入館料は1750円からの割引でした。オンラインからでも割引のチケットが買えるそうです。こんな感じで入り口を入ると上へ続くエスカレーターに乗っていきます。なんだか不思議の世界へ続くトンネルみたい。気分も盛り上がりますね。そしてここ、エスカレーターを登りきったところに大きなホールがあって、天井に光のアートが映し出されています。なんて綺麗なんでしょう。こういうのを見てしまうと、もうここから動けません。そして今回見た展示が葛飾北斎の富岳36景版画の作品です。これは美術館の方で用意されている北斎が原画のアートムービーです。江戸時代後期に北斎が描いた富士山の絵を当時どこから見て描いたのかという現代の実際の写真と並べて展示されていました。なかなか興味深く見ることができてとても良かったです。この動画を5月に撮影しているので、8月の現在は別の展示がされていると思います。美術館内に素敵なカフェがあったので、ここで休憩です。景色が最高ですね。今日もシフォンケーキを食べます。偶然ですが、カフェのケーキコーナーがシフォンケーキでした。いいですね、こういう感じ。美術館のカフェなかなか穴場ですね。カフェでゆっくり過ごした後、こんな感じの階段を降ります。喫茶店の奥さんに勧められてやってきた MOA 美術館。予想以上に素敵なところです。
MOA 美術館、ここはぜひまたプライベートでも来たい場所です。駅までバスだいぶ揺れますからお捕まりください。友人たちと別れて家路に着きます。今回の熱海旅行、個人的にとても充実してました。行き当たりばったりの旅ではありましたが、楽しんでいただけたでしょうか。今回の動画はここまでとなります。チャンネル登録とグッドボタンいただけると嬉しいです。ベルマーク通知もお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。